パラナマサイト開発の七不思議として9つのテーマを用意しています群像でありながら各主人公に相方がいる状態の、勝手に群像バディって呼んでるんですけど一人称視点になるんで絵的に寂しいっていうのがあったんで、コンパクトなそのプロジェクトということで、ちょっとその作業自体は多かった、やること自体は多かったですね。ただその分やっぱ自分の仕事がそのゲームのクオリティに直結してるというか、リヒタとエリオとミオちゃん、この3人についてはちょっと強めのキャラクター付けを、小林さんのその表現力の豊かさというか、その絵の表現とやっぱり石山さんの演出の部分、この2人の掛け合わせですごいいいものが生まれたなという印象は。いやもうこの2人の方にもバディ感があるみたいな。そうですね。皆さんこんにちは、安本博樹です。今日は入り方が難しいですさあ何やら怪しげなご案内からスタートしましたスクエリの作り方でございますが、今回はパラノマサイトファイル23本上七不思議の開発者の皆様にお越しいただいております。よろしくお願いいたします。ではまず石山さんから自己紹介の方お願いいたします。はい、ディレクターシナリオを担当しました石山貴成です。お世話になります。よろしくお願いします。続きまして小林さんもお願いいたします。はい、キャラクターデザインを担当しました小林源です。よろしくお願いします。続きましてお嬢さんもお願いします。はい、プロデューサーのおしゅです。よろしくお願いします。はい、お世話になります。さあ冒頭のね怪しげなと言いますか世界観ギンギンの映像はですね石山さん自ら作ってくださったということでございますが、このパラノマサイトのツイッターでも定期的にこんな感じで追加エピソードを公開なさっているということで、あれも全部石山さんやってるんですか？はい、やらせていただいてます。ああいうの結構好きなんですか？好きというかもう今回ね新規 IP なので、もうやれることは何でもやろうという気持ちで、もう盛り上がるためだったら何でもやるぞと、スクエニの作り方スタッフの方にオープニング作ってくださいと言われたから、はい、わかりました。そんなこと言ったのかそんなことを言ったのか負担をかけるんじゃないよ。申し訳ございません。いやもう喜んで作らせていただきます。ありがとうございます。いやむしろ本当こちらです。ありがとうございます。でもねああいう世界なんだなっていうのはねまだ知らない方にもちょっとずつこうやってね知っていただくっていうのも素敵なことだと思いますので、ぜひ皆さん興味を持っていただければと思います。さあ改めましてパラナマサイトファイル23本上七不思議は昭和後期の日本、墨田区を舞台に呪いの力を得た9人の男女が七不思議に隠された蘇りの秘術の講師をめぐってそれぞれの思いをぶつけ合う群像ホラーミステリーアドベンチャーということでございますが、今回はお三方に本作の開発を振り返りどのような苦労や工夫があったのか詳しくお聞きしていきたいと思います。番組のご感想はぜひツイッターにハッシュタグスクエニの作り方で投稿してください。お願いいたします。先日この番組で時田さん合併20周年か、で斉藤洋介さんと時田さんに来ていただきまして、時田さんにいろいろお話を伺っている時に注目の若手クリエイターはということでこちらの作品パラノマサイトのお話が出たんですね。ありがたい話ですけど、僕スクエニ入って18年で小羽さんも20年なんで、若手かと言われるとちょっとあれなんですけれども、次の20年を担っていけるようにまだまだがむしゃらに働いていきたいと思います。時高さんからすれば若手です。若手まだまだ我々もそうですね。もっと頑張っていかなきゃいけない。
でも時田さんもあれですもんね、ちょっと変わったゲームって言い方変ですけど、ちょっとパンチ力のあるゲームをお作りになったり、ご自身がね七種もそうだし、半熟もそうだし、そうです。そうですね。お好きな方とかやっぱそこに刺さるっていうのはやっぱこの作品がパンチ力があるっていそうですう。実は私佐賀で、はい時田さんとはいろいろ関わりがあってですね。そうですねで実はこの、配信が決まった時に時田さんにも実はゲームをお渡しして、ぜひ遊んでくださいっていうのがあって、まあちょっとそういう交流もあったっていうところもあるのかなと。でも時田さん好きそうな感じですね。そうですね。はい。ぜひ遊んでほしいなと思って。はい。皆さんも同じテンションでね今日ついてきていただければなと思いますが、ちょっと石山さんからお伺いしたいんですけど、過去にどのようなタイトルに関わってらっしゃったのかちょっと教えていただきたいなと。そうです。パラノマサイトに関わる前は、スクールガールストライカーズっていうスマートフォンのタイトルやってましたし、その前にはドラゴンクエスト10のスタッフもちょっと関わらせていただいたりしました。じゃあもう結構いろいろなことをなさった上で今回こちらにたどり着いたというさっき言った感じですね。通りもう18年やってるんで、いろいろそれやって FF ますよね。関係からドラクエ関係からオリジナルまでスクエニですね。いろいろスクエニの遺伝子を勝手に引き継いだものと。わかりました。じゃあ続きまして小林さんに今度お伺いしていきたいと思いますが、はい小林さんっていうのはどういったゲームに今まで関わってらっしゃったりとかあるんですか？そうですね。僕は大阪の方で、はいはいDS のサガのリメイクのシリーズですとか、あと素晴らしきこの世界のシリーズですとかをやってましたね。でその中でスクールガールストライカーズで石山さんと一緒にお仕事をすることになって、その流れで、はい。わかりました。大城さんはどういった作品やってらっしゃそうるんですか？ですね。私は2人に比べてちょっとまだ浅くて、10年スケに入って10年ぐらいですかね。はいはいで、一番最初に世に出たのがガンズ&ソウルっていう、スマホゲームだったんですけど、その後、結構世に出てない作品をいろいろとやってちょっと難しい話。難しいそうはいで、一応私の代表作としてはインペリアルサガというサガシリーズの方でプロデューサーをさせていただいてる。時田さんとかと。そうですね。はい。ということですね。はい。なるほど。こういったものをね作ってらっしゃった方々が今作を作ってくださっているということですけど、影響を受けた作品はゲームに限らずということなんですが、なんかこれが自分の中で根幹にあるぜみたいなゲームとかってあったりしますか？そうですね。やっぱ僕スクエアニックスに来た理由でもあるんですけど、やっぱり、ドラクエとか、堀井さんの作品の影響はすごいやっぱ幼い頃から受けてきたなと実感しています。最近また改めて。犯人はヤスの頃から。はい、なんか好きなアドベンチャーゲーム、今作品はアドベンチャーゲームですが、アドベンチャーゲームで好きなタイトルってあったりしますか？もうたくさんあるんですけども、あえて今回1本挙げるとしたら、エニックスから1990年に PC で出てたミスティブルーっていうアドベンチャーゲームがあるんですけれども、なんですかね、すごい当時高校生ぐらいの頃に遊んで衝撃を受けて。これね、ご存知ですか？もちろん知ってるけど、これ一色も何でもなくて、小城さんが曲なんで、そうなんです。小城さん出てくださったことあるんで。なるほど。で、なんかこれあれですよね、恋愛も関わってるやつですよね。そう、基本殺人事件の話なんですけど、その4人の男女のその人間模様みたいなものがすごい。98じゃなくて88とかもまだですよね。88とかで。それできなかったです。僕これやってねえですだから。ちっちゃい時からやってねえです。やっぱそういうアドベンチャーゲームをエニックスは昔から作ってたっていうところもあるので、勝手にその遺伝子も引き継いで一方的に今回のパラノマサイトに通ずるものがちょっとあるのかな。なるほどなるほど。でも定期的に、スクエアニックスになっても、そのアドベンチャーゲーム実はずっと出てますよね。ちょい出してるんですよね。でもそれはね、なんかわかんない、メガヒットうんぬんって俺にはちょっと敷居がわかんないですけど出してくれるのがありがたいんですよね。そう、選択肢が常にあるっていうのが試させてくれる感じですよね。去年も春雪ってレトロ近くが実写のやつですね。実写のやつですね。梶裕貴が出てコラボもさせていただいて、そうですね。実は。なるほど。じゃあそういうわけでいろいろなねお話も今日伺っていきたいところですが、本題に行かなきゃいけないです。なぜならば今日ちょっとテーマがいっぱいあるんです。今回は本作、これちょっと不思議なこと言います今から。今回は本作のテーマにちなんでパラノマサイト開発の七不思議として9つのテーマを用意しています。なんと七不思議なのに9つ。これはちょっと不思議なんですけど、七不思議だったらなんとか頑張って7にしろよと思うんですが9つ用意しております。9つ。本作誕生のきっかけ、タイトルに由来、価格設定などなどこういったものを今日伺っていきたいなと思うわけでございますが、なぜ9個とか、これは大城さん意味があるんですか？9個、今回本上七不思議というのが、そもそも七不思議っていうくくりなんですけど、もういっぱい噂自体は点在しておりまして、それをなんかちょっと言い方あれですけども
ギュッとさせたのが七不思議みたいです。なるほど。代表的なのが9個ぐらいだったのそうですで、ね七不思議と言いつつ、本当はもう実はもうちょっとあるよと。もうちょっとあるんですよ本当はもっと諸説あって、他にもなんかもっとこうなんだろう、本当ただのこう怪談なのかっていう話も結構あったりはしましたね。なるほど、じゃあもう七不思議と言いつつも本家という言い方いいのかな。でもそちらの方がもうぶっちゃけ7じゃねえもうよ。 7 7以上あったっていうことですね。というので、じゃあもうこれはもう概念としてじゃあ皆さん、概念です。概念です受け取っていただきたいなと思いますが、ではまず一つ目のテーマ、本作誕生のきっかけ、こちらについてお伺いしたいんですが、じゃあ石山さん教えてください。お願いいたします。これはもう聞くも涙語るも涙のドラマがどこまでお話どこまでですか。どこまで話していいものやら、い訴えたいものがあったら訴えちゃってください。やまあそう簡単ではなかったという感じなるほどなるで、ほどなかなかやっぱり新規のタイトルって企画が通らなかったりししかもて、ね、なんか世の中的にも大変な時代でもありましたからね、なかなコロナでなんでか新しいものにはっていうのがあって、でただ小林源さんと一緒にやりたいっていうのはこれ僕の方からぜひ新しいものを一緒に作りましょうって言ってお願いして、じゃあプロトタイプとか作っていろいろ企画とか世界観とかキャラクターとか考えたりしていったけど、なかなかうまくいかない時期が結構続いて、そんな時まあ上野広野さんから欧州プロデューサーを紹介していただいて、ようやく話が進み始めた。P がいないとやっぱ動かないものなんです P か。がいなく、そうですね。そうですね。今一瞬いなくてもいやいやいや大丈夫な話をしそうなのがちょっと焦りましたね。あれと思って。いなきゃ自分でやれようが割とうちの社風なんですよ。そうなんですか。だからプロデュースワークを自分がやればよかったんですけど、そういうふうにやって開発からプロデューサーをやってるっていう方も結構いらっしゃる。実際いらっしゃいますね。いらっしゃったりするんで、自分でやればよかったんですけど、僕ゲーム作ることしかできねえよなっていう感じで、その辺もうまくいかなかった。大城さん的には先輩たちですよね。そうですね。大先輩たちなので。でも僕のやっぱ任務というか、やっぱり集中して作品の方に作る方に集中してもらうために、ちょっと私というポジションが雑務含めていろいろと動き回ることが体制的にはいいのかなと思って、その辺いや頑張ったつもりでは今ありましたけど。で小林さんはもうね石山さんにナンパされるような形でこの作品に関わったわけですけど、ぜひぜひやりましょう。いやもう僕もやっぱりスクストでご一緒した時にすごい面白いシナリオを書かれる方ですし、またぜひ一緒にって言われたらそれもこちらからもぜひよろしくお願いしますっていう感じで。アドベンチャーゲームだぜって言われた時はどうでした？そうですね、ますその石山さんがアドベンチャーゲームが得意だっていうのもお聞きしてましたし、自分自身もアドベンチャーゲームはよくプレイしてたりしたので、でアドベンチャーゲームって結構その特徴的なキャラクターがたくさん出てきたりするっていう面においても、やっぱそうキャラクターデザイナー目線で見てもすごく魅力的なジャンルでしたし、もうぜひやりましょうっていう感じでしたね。今キャラクターのお話でねたくさん出てくるっておっしゃってますけど、たくさん出れば出るほど小林さんが大変な気もそうですよね。だけどそこも込みで楽しみだったんですね。そうですね、いろんなキャラクター描けるのは楽しいので、じゃあそちらの話もね後々お伺いしますが、ちょっとまず2つ目のテーマこちらいきましょう。タイトルの由来についてお聞きします。まずユーザーからの質問をご紹介させていただきます。今回もスクエアのねメンバーズでの質問お便りを募集いたしました。たくさんのご応募本当ありがとうございます。ありがとうございます。では早速読みましょう。若菜さんから。パラナマサイトはパラノーマルとパノラマの他にもパラレルワールドのパラにもかけているのかなと思いました。難しいですねもうね。騙し絵みたいな原稿が並んでます今。多くの意味を持つ秀逸なタイトルだと思うのですが、名付け親は石山さんでしょうかと。これはみんなで考えて、みんなではそうですね。いくつか候補を出し合いながらではありましたけれども。タイトル付けは難航したんですかこれ？難航しましたね。タイトル自体はもうプロジェクト始まった時から考え始めてたんですけど、実際に決まったのはもう本当にマスターアップする直前ぐらいな感じで、なかなか決まらずに、最初僕ちょっと今回ホラーテイストっていう話になったんで、なんか呪音みたいに日本語ワンワードみたいなイメージで考えてたんですけれども、今回海外でも売るっていうことになったので、じゃあ海外でも日本でも同じタイトル使えるようにしようってことで、じゃあ横文字のタイトルをつけて、で今回なんかオムニバスっていうかシリーズにできるように
なんか内容を絞ったタイトルにはなるほどなるほど。しないようにして、だから今回のだから本上七不思議みたいなとか墨田区とか昭和とか、そういったものをメインタイトルには入れずに、なるほどなるほどまあイメージとしてはなんか「トワイライトゾーン」とかはいはいはいは世にも奇妙な物語、X ファイルみたいな、要はシリーズとして続けていけそうな広い意味の取れるタイトルにしようってことでいろいろ考えていって、じゃあパラノーマルっていうキーワードがいいぞと、まあ、超常現象だから何でもありだ、今後どんな展開もできるだろう、じゃあパラノーマルをちょっとじゃあもじって、最初パラノーマルそうなんですよ。レポート、パラノーマルっていうものに対して何かこうくっつけるみたいな、まあそれこそ X ファイルみたいな、そのファイリングされたオカルトのまあシリーズみたいなもので、の何かしら。そうですはい。やってたんですけども、それがちょっとまあいろいろと大人の事情でそれが出せなくてですね。まああるって感じだったんですか。なんかいろいろと大人の事情がありまして、使えませんよっていう使えませんっていうのがあるなってちょっと思いますよね。そうですね。それが何往復もしてっていうのがありましたね。じゃあ一回シンプルにパラノマにしようっていうことで、それでロゴまで作ったんですけど、ロゴ作ったんですか。もうだから最初ずっとそれで開発続けてってパラノマでざっくり決めてたんですね。パラノマっていうワンワードでいこうって言っそうですね。たんですけど、それも結局やっぱダメでしたっていうことになって、じゃあパラノマ何がしで何つけようかっていうのをいろいろ検討した結果、このまあ視力みたいな意味の超常現象をなんか覗き見る力みたいなイメージでパラノマサイトがついてた。どうかと。たらまあみんなにパノラマそうですね。間違いやすいぞっていう。間違いやすいタイトルつけちゃった。しかもちょっと見渡す感じがちょっとパノラマ感もあるんですよ。パノラマもかかってるんですけど、君にもかけてはいるけど、まあ間違えるよね。パノラマサイトただ単のパノラマですからね。余計にややこしくなっちゃいましたね。なるほどなるほど。でロゴの部分、あそこのじゃあ特徴的な王の部分ですかね。そうですね。あれがちょっと覗き穴のイメージで、無理やりちょっと向こうの世界の入り口みたいな感じ。このロゴのデザインは小林さん関係ないんですよね。そうですね。小林さんも絵できて自分の仕事終わってタイトル決まんねえなってずっともう必死にもうその時はもう作業中まだ決まんねえのかなタイトルまだ決まんねえのかなっていうのはずっとみんな思ってたんです。みんな思ってで寸前ででもいいタイトルでつきましたね。でもね。いやでもそうですね。素晴らしくなんか割とパラノーマサイトってパラノーマルなんちゃらよりかはすごくこうなんでしょう、コンパクトにまとまって。海外の人でもなんとなく察することができるようなタイトルにはできたのかなとは。なるほどなるほど。それでフォイル23、いきなり1作目が23というこの飛び切りの数字がついてるんですけど、これは一体どういう意味で。そうさっき言った通りちょっとオムニバスなシリーズみたいに展開できるようにしようってことで、俺の知らない間に23作目ってことはないんですね。今後なんかシリーズ続いていくうちもなんか内部的にはファイルのナンバーがついていく、もしかしたら前に戻るかもしれないし、すごい200とか300とかいくかもしれないし、でもここで急にファイルゼロとか出てきたらめっちゃ意味感じますもんね。なんか意味深いですね。きっとそれはすごい大きな事件にいつかそういう話も出てくるかもしれない。なるほどなるほど。みたいなちょっとイメージを膨らましてもらえるかなと。でも確かに結果的キャッチーになってるから素敵だなと思いますね。ありがとうございます。じゃあ続いて3つ目のテーマいきましょう。価格設定。こちら欧州さんにお伺いしようかな。スイッチ版とスチーム版が1980円で、スマホ版アプリですねが1900円でいう。最近はもう何も猫も借子も課金の中回帰とありがとうございます。私たちの課金を止めてくれてありがとうございます。こちら新作タイトルでこの価格設定っていうのは結構チャレンジャブルといえばチャレンジャブルなんですかね。そうですね。先ほど石山さんも話した通り、この作品に関してやっぱワールドワイドでやっぱ売っていくっていうのは、昨今やっぱこのゲーム市場も日本だけではなくやっぱ海外でも売っていかないとっていうところもありつつで、世界に目を向けた時にじゃあアドベンチャーゲームで売れてるタイトルとか流行ってるものっていうのはどんなもんだっけっていうのをいろいろと市場を調べていく中で、一つインディーズゲームっていうのがヒントとして、ブームでもありますよね。そうですね。しかもちょっとホラーテイスト多いですね。多くてですね。でかつ今回の作品がどっちかというとコンパクトに短期間で作ろうっていうところも狙いとしてあったので、であればもう価格もぐっと下げて、でもうその濃縮されたゲームをなんでしょう、サクッと遊べるような手頃な価格で提供するのが一番ワールドワイドに向けてもいいんじゃないかなっていうところで
最終的にこの価格に落とし込んだという感じですね。はい、もう低価格でしかも配信 OK にしようっていうのはもう最初かそうですねらコンセプトとして、もうそこスタートだったんですね。はい結構チャレンジだと思うんですけど、今回そういうことで少しでも広めてもらおうっていう狙いでやってみた。そうですね。先ほど言った通り結構インディーゲーム系のタイトルも動画配信とかで結構話題になってるのもあったりはしたじゃないですか。でその辺はやっぱりホラーテイストってやっぱ動画映えするのも結構あったので、ホラーっていうジャンルはそういうとこから題材にしたっていうところはあったかなと思いますね。はい。でもこれっていうのは要はでもその分開発期が長ければ長いだけお金で結果人件費も含めてかかるじゃないですか。キュッてしなきゃいけないわけですよね。キュッてしなきゃいけない。キュは大変でした。キュはもういやもう割と僕昔からそういうコンパクトなプロジェクトをやってきたんで、もう短くまとめるっていうところについてはできるだろうなと、要は期間に合わせた内容にするっていうところを最初に決めて、それでも大変苦労はするんですけど作っていくっていうところはできるかなと。小林さんも多分キュも一番余波食らうと思うんですよ。マジか納期これかみたいな。それ大変でした。そうですね。やっぱ今回やっぱコンパクトなそのプロジェクトということで、普段やってるその仕事に比べるとやっぱりそのデータを作って、その実際のフォーマットに落とし込んで、プログラマーさんにお渡しするところまでやったりってこともあって、ちょっとその作業自体は多かった、やること自体は多かったですね。はい。ただその分やっぱ自分の仕事がそのゲームのクオリティに直結してるというか、そうですね。イラストはそうですね。はい。なのでそこはすごくやりがいを感じた部分でしたね。わかりました。はい。今回差分から塗りまで全部キャラクター一人で、はい、そこはもうぜひでもやりたいなとも思ってたんで、メパチのパターンから全部もう一人で。めっちゃ大変でしたね。お疲れ様です。書くのが楽しかったですけど、やっぱりそのスケジュールとのその調整、そうなんですよ。もっと書き込みたいけどあんまりやると数が多いからっていうところのそのせめぎ合いが、はい。多分大塩さんはうすうす僕気づいてその寄与するために呼ばれたところもあると思うんですけど、それもあるかもしれないですね。調整役とは思います。ただやっぱそういう意味ではもう全ての物事を早く進めないといけないっていうのはあったので、ちょっとでも突っかかることを事前にね避けながらやっていく。で、石山さんも当初から言われてますけど、できないものはもうできないっていう割り切りをしていかないと、このプロジェクトにおいてはこの価格とかも含めてプロジェクト自体のコンセプトが崩れるので、それやめましょうっていうのはもう割とチーム内でもずっと話していた部分ではありますね。今回の条件で期間とかスタッフとかを見て、これで作れる一番クオリティの高いものは何かっていうところでアドベンチャーゲームにしたっていうのも実はあるんですよ。それだったら高いクオリティのものを何とかいけるぞっていうのが、そういうふうに逆算して内容を決めたっていうところはあります。作り込もうと思えばもっとリッチにできたりとか、表現とかムービーとかいろいろボイスとかもそうですけども、いろいろできた手法の中でこのサイズに収まってできることっていうのが取捨選択をして、これはやる、これはやらないっていうのはもう最初の方にバシッと決めちゃって動いたっていうのがありましたね。でもだからこそ気軽に遊べるもあるからな。そうなんですよね。そこはそこまでしてやっぱりお安く提供してみるっていうところはチャレンジしてみれば。さあ続きましての4つ目のテーマ。本作は昭和後期の墨田区本庄を舞台に実在する伝承を題材に世界観が作られているということですが、これは石山さんがお決めになったんですかね、この設定は。さっきホラーにするっていうふうに決めたのも大塩プロデューサーですし、その時に今回のじゃあ本庄七不思議をテーマにしたらどうかっていうのも大塩プロデューサーから来たアイデアです。それで言うと先ほどちょっとアドベンチャーの話が出てましたけど、私すごく影響を受けたのがですね、夕闇通り探検隊っていうゲームが大好きで、もう今プレミアめっちゃついてるんですよ。俺持ってますから、ちゃんと持ってます。乗り出してきて全然貸しますよ。大丈夫ですか。そうですよ。作品は学生の頃ドハマりして、頃ね、会社のトワイライトシンドロームとか流れが素晴らしかったですからね。面白かった。であれをすごく影響を受けたっていうところもあって、でああいうその地域にいろいろ歩きながら謎を解いていくとか、結構エッセンスは実は。でもそうか、ちょっと感じるものあるかも。カメラの視線としてカラス飛ぶとか。それです、まさしくその辺とかも結構そこの影響もあって、アイディアとかしても出る。あとそのマップとかもやっぱその
ゲームの結構影響とか受けたりとかしてて、で、そういったゲームはどうかなと思って、ホラーからいろんな日本各地のいうとオカルトをちょっと調べてみようってした時に本所七不思議っていうのがポツンと出てきて、あれこれどういったお話なんだろうって調べてたら、なんかすごく各所面白いなんかお話で、なんかこれすごくゲームに合いそうだなと、思って、でこれを逆になんか呪いの力みたいなのに転換したら、でそれをなんかゲームの中でギミックとして用いたら面白いアドベンチャーゲームできそうだな、どうですかって、もうそのままもうボッと投げてしまって、そこからはもう石山さんがうまく。でどうですかに関して石山さんじゃあ何とお答えをもう本所七不思議をテーマにしてくれれば俺が売るからお前は面白いものを作れともうちょっとだいぶなことっていうことかなと。っていうことなんだろうと変換しちゃったんですよ。いやでも実際題材として確かにあまり他でゲームでは落語のテーマぐらいにはなってるんですけど、あまりゲームとかでも取り上げてられないし、落語でそうですよね。なんかタイトルだけ知ってるのはめっちゃ多いと思います。僕も実はその提案を受けて初めてそういうものがあるんだっていうのを知ったぐらいだったんで、扱うとしても知ってる前提の話じゃなくて、あくまでもゼロから教えていくっていう話だから、このゲームをやれば本所七不思議の知識が身につくよぐらいな感じの内容にすれば海外の人でも全然大丈夫だろうし、ちょっと面白いかもなこういうのがあるんだを知ってもらうところから始めるってことですね。なるほど。小林さんも本所七不思議で行くぜで絵を描くということになるわけじゃないですか。はい、本所七不思議って最初キャラクターも当然何もない状態ですけど、はい、その怪談話というか題材といいますか、そういうね伝承ですけど、それをじゃあ今の時代にやりますよ、イラストお願いしますって言われた時どういう感じで思われたんですか？そこはでも面白そうだなっていう、その結果的にその呪いをキャラクター化していくっていう作業を、そうか呪いをキャラクターにするんですよね。そうなんですよ。それが決まった時はすごいワクワクしましたね。まず最初にその置いてけぼりをモチーフにしたはい、最初怖いって評判だったんですけど怖いと評判そうなんですよ。いい感じの怖さ、ちょうど怖すぎもなくいい感じの怖さだねって言って、すごいそういう感じだったんですけど、皆さんちょっと見慣れすぎたのか、感覚が麻痺してたんですね。そうなんですよ。可愛いってなってしまって、おかしいなと。そうなんですよ。それでいろんなとこにそのアイコンになったりとか、アプリのアイコンとかツイッターのアイコンをその絵にしたら、みんな怖いやめてみんな可愛いって言うのにあれ可愛くないのこれみたいな、可愛いと思って使ってたけど、ちょっとおかしくなっちゃってましまったっていうことはありました。でもすごく楽しかったですね。じゃあちょっとユーザーからの質問を見てみましょう。こちら本所住太郎さんですかね。墨田区の人なんですかね。実際に墨田区に伝わる本所七不思議がテーマになっていますが、言い伝えとは別に物語の鍵を握り全ての呪いがつながる本所事変も本編と同じぐらい好きです。本所事変はどのようにして生まれたのでしょうか。ここはもうがっちりネタバレになるんで、先に言います。ネタはまだゲームやってない時はちょっとこのチャプター飛ばしてください。申し訳ございません。というわけでじゃあここから少しネタバレありで構わないので、じゃあ石山さんにちょっとお伺いしたいと思います。はい、だから本所七不思議のものおのおのの不思議が実は江戸時代にあった一つの事件を元にして生まれていったエピソードなんだよっていうところをつながっていたその事件っていうのが今回本所事変という形で物語を読み進めていくとそこにつながりに気づくっていう仕組みになっているんですけど、なんか七不思議をテーマにするにあたってこのバラバラ全然点でバラバラの何の脈絡もないものが実は昔のつながってたら面白いかなっていうところから無理やりなんかじゃあ置いてけぼりっていうのはじゃあ実際なんか堀から置いてけって声がするっていう話だけど、いやこれは実際はじゃあ両親に置いていかれた女の子が無念で堀に落っこって死んだその怨念があるんだよとか、じゃあその女の子の両親は何してるのかというとその別の不思議につながっていたりとかいう話をどんどん数珠つなぎになって9つのお話がつながっているっていうふうに結びつけていった。なるほど。
素晴らしかったですよね。それを思いついた時ギャーってなりましたね。いやーもってなりましたね。こうかな、いやうまくいかないな、じゃあ今度はこっちをこっちにして、じゃあこれでいこうみたいな感じで、そんなによっしゃーって感じではなかった。すごいアイディアですよね。そうですね、それこそその本庄七不思議のそもそもの原作というか、原作原作っていう話がおかしいかもしれないですけど、なんて言うんでしょうね結構話が散らばってる話だし、そもそもなんかこう足洗い屋敷とかも、はいなんか急に屋敷からどでかい足がボーンと落ちてくるとかなんか全然こうリアリティのない結構話とかもあったりするので、それをこうゲームならではのこうちょっとリアリティ感に落とし込めたのはさすがだなとは思いましたね。さすがですね、はい本当に。ベタ豆ですみんな。じゃあ自信持って書きください。まあそれでまあスタートが江戸時代というお話もありましたが、それで伝承というふうになったのがまあ昭和っていうことで、昭和後期というふうにこのゲームの中ではなってると思うんですけど、この時代設定は昭和後期になんでしたんですか？まあやっぱなんか特徴を出したかったっていうのが一は番い大きいんですけれども、一応昭和のミステリーなんかオカルトブームがあった頃で、まあ我々からしたらちょっと昔そんな時代があったなぐらいオカルトの。ブームありましたね。なんありましたねかみんな2000年に地球滅ぶと思ってましたそうですありましたね。もう毎日 UFO 特番とはいはいか心霊特番とかやってましたね心霊写真とかが雑誌にあ載りましたね。ってたりとか、ありましたね。もうみんな集合写真撮ったら心霊写真を探すみたいな、探してましたただの光の変更なのに、あこれ出てるこれ映ってるじゃないってやってた時代ってはいはいはい割とこういうオカルトの話するときに雰囲気いいんじゃないかなっていうこととか、あとやっぱ携帯電話がない時代ってあーミステリーを書くにあたってものすごく便利で、そうか。今何でもこれできちゃうから。そうですね。作中でも電話かけろって場面で持ち物を探す人がいて、待って待ってと。確かにいやいやそういう時代じゃない、昔は違ったぞっていう電話ボックスだぞっていう赤電話のにワンチャン緑がやっとできたぐらいですよね。そういう時代っていうそうなので、まあ、ミステリー的には主人公の行動を制限した方ができることが増えていくっていうなるほど都合なるほどの良さはあったりします。あでも怖さも増すといえば怖さも増しますよね。今より便利ではない分。そうですね、そういうところもあるが、そして今画面にも出してもらってるんですけど、絵作りとしてこちらの古めかしい街並みをまあ結構やってたり、家の中のテレビとかもそうですけど、あそこら辺もやっぱ昭和ならではのデザインだったりするじゃないですか。デザインで、そうですね。あと画面のエフェクト的にもちょっとブラウン管っぽくはい端っこが歪んでたり歪むやつノイズが入ってたりみたいなことで絵作り的にも特徴を出せるかなっていうのあは。のテレビ昔あったもんな、バッチ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 そうでしたね引っこ抜いたら取れちゃうんですよね。実際想定する年代よりはちょっと古いテレビなんですけど、まあ印象的にちょっと家具調テレビっていうのを出したかったなって。この時代の人であれば懐かしいと思うようなものは結構実際この時代もリモコンもあったんですけど、そうですねあえてちょっと印象的な方を使ってるって感じ。リモコンもその遠隔のリモコンもあれば、その前のリモコン紐でつながってるやつがありました。紐でつながってるのありましたね。懐かしいですよね。じゃあちょっとユーザーの質問いきましょう。西上さん、昭和の格好をそのまま書くと現在のファッションセンスとかけ離れすぎているところもあったと思いますが、時代に合わせてデザインする際苦労した部分などありますでしょうか。これは小林さんに伺いたいと思いますが、小林さん自体は昭和というものはまあ当然ね触れて生きてきてるとは思うんですけども、はいまあそうですね好み的に好きなものですか、昭和って。すごくそうですね。なんかキラキラしてた時代のイメージとか。バブルありましたね。もうバブルの前のすごい、そうですねみんなイケイケになってくる。はい高度経済成長の成長。なんかでもドラマとかもね結構なんか過激な感じだったりとか、ああいう雰囲気はなんか好きだったっていう印象は残っていますね。それをじゃあキャラクターにして、ちょっともう一回今回ちょっと昭和後期でいきましょうっていうお話が来た時に、はい何か苦労した点とかってあったりするんですか。そうですね。まずやっぱりキャラクターもどの程度その時代感を出していくかっていうところは、チーム内でそこはしっかり出していきましょうっていうお話に決まったので、いろいろその当時のファッションとか調べてキャラクターのデザインをしていったんですけども、実写であれば多分その時代の服装とか髪型であれば結構時代感ってスッと伝わると思うんですけど、キャラクターのイラストとして描くとそこまでちょっと弱くやっぱ情報がちょっとデフォルメされてしまうので、なのでちょっと大げさめにその当時流行ったその髪型ですとかファッションっていうのを積極的に取り入れた感じです。むしろだからどうやって今の時代とのギャップを見た目でパッと見た時に感じるようにするかっていう部分を結構苦労したといえば苦労したとこですかね。普遍のものもあるし、当時しかなかったものもあるし、いろんなものを混ぜなきゃいけないから、バランスとかも大変だと思うんですけど、
今ね一つキャラクター出していただいてますが、この髪型とかまあ今見ないですもんね。そうですね。けど当時はもうめっちゃいましたもんね。そうですよね。でもやっぱりその古臭く見えないようにっていうのは結構意識しましたね。ちゃんと可愛らしいですからね。ありがとうございます。その辺は結構すごく今見てももうだからむしろこの髪型を好きになってもらえるぐらいの気持ちを込めて書いてました。わかりました。こちらのね各キャラクターのお話後でまたちょっとしていきたいなと思いますが、まず次行きましょう。5つ目のテーマ、現場の取材についてお聞きします。実在する地域や伝承を扱うにあたってどのような調査を行いましたかということですが、これ大塩さんにお伺いしましょう、ね。本所七不思議を扱おうということで大塩さんスタートというところもあるんですけど、これは実際に行ったりとかいろいろやったんですか？そうですね、現地に行かせて、まず最初のスタートとしては、まずこの本所七不思議とか墨田区を扱うにあたって、ちょっといろいろと資料を取りに行こうかなっていうところで、石山さん含めて、ちょっと墨田区の、観光課の方に聞いて、資料がある場所とか図書館だったりとか資料館っていうところに訪問して、で一緒にこう資料とかを見て漁ってたっていうまず第一スタートがあって、墨田区的にはどうぞどうぞどうぞみたいな感じだったんですか？そうですね、交流していくうちにいろいろとこうお話ししてって、で僕が実はその佐賀のシリーズで、佐賀シリーズはやっぱ佐賀県さんとロマンシング佐賀やってましたね。佐賀県さんと、でインペリアル佐賀も焼き物とか出してましたもんね。そうなんですよ。マンホールとか出してましたね。そうマンホールとかもめっちゃ欲しかった。で辺の経験があるっていうのも分かってたので、やっぱこうやって自治体の方々とうまく交流していろいろとこう情報を得ることで、ゲームにうまくも活かせると思いましたし、今回のその背景だったりとかその辺で絶対協力が必要だなとは思ってたので、結構最初のうちからもう積極的に、墨田区さんとはいろいろとこうやり取りさせていただいたっていうところですかね。結構その昔の伝承、なんていうんですかね、落語の原点みたいなところもありますが、資料ってあったりしたんですか？残ってました？結構。そうなんですよ。ちょっとそんなに多くはなくてですね、でそれこそその当時の墨田区と特に本所の地域がどういった場所だったのかっていうのは、この資料館の学芸員さんとかにもヒアリングしていろいろとこうネタをいただいたりとかしたんですね。で墨田区はこういう文化がありますとか、こういう土地柄でしたとかっていろんなお話を聞いて、でうまくこう反映せるものは反映して、で資料とかから得たものを背景にうまくこう加工してとか調整してみたいな感じをさせていただいたかなと。昔はねハイカラな街ですからね、墨田区って。そうですね。東京新宿とか云々よりもね。それでいうと、今回そのテストプレイも実は墨田区さんに触ってもらって、そうなんですか。実際墨田区の昭和後期ってこんな感じでしたとか、ゲームを通して見てもらって、いやもっと汚くしていいよとかもっとこう汚れ向上したいだから全然もっと汚いっすみたいな、いいっすね、リアルを知ってる人たちが汚していいんだとか割とそんな感じでしたね。背景もすごして書き直しましたもん。それを受けてもう高い建物とか全部なくして、あえてちょっと霞んだ感じにして、当時もう光化学スモッグとかがすごい出てたりしてた時代なんで、っていう時代だったなっていうのをなるべく反映させたように。じゃあそういうのを感じさせるように、わざとちょっとグラフィックの方でも直しが入ったりとか。そう、なるべく当時の昭和の墨田区感を出せるようにっていうのはだいぶ頑張った。実際問題はそれで都内だから取材にも実際行けるし、で大塩さんも行かれたりもするんですけど、石山さんも行かれたりしてた。そうですね。もう気が向いたらちょっと行ってレンタサイクル借りて各地巡って、こんな風な街並みなのかって、やっぱ今でも結構当時の古い建物とか残ってたりして、住宅街の方行ったりするとそうですよね。下町商店街の下町感とか、こんな感じかっていうのは割と当時からずっとこうなんだろうなっていうような感じは今でも十分味わえたりしたんで、何枚かの写真出してくださってるんですけど、真ん中完全に映り込んでますね。こういうところでも実際行って自分たちで撮ったと。でこの右側の喫茶店みたいなところに置いてあるこれが360度カメラ、そうですね。このカメラスタッフの私物だったんですけど、これを使って各地で撮影させてもらったものをイラスト調に加工して背景に使ってる。でその中でありすぎる多すぎる情報を削って昔っぽく直してと。そう今回墨田区舞台にするってことで、墨田区のせっかくだから有名なランドマークとか背景に使いたいなと思ったんですけど、この当時だともうスカイツリーは当然ないんですけれども、それは分かるんですけど、俺結構次がびっくりしました。両国国技館もまだなかったでしたっけ？蔵前にあった時代なんです。そうなんですよ。建設中とか移設中ぐらいの
想定する時代だったんで、ああ、危機そうか。感もねえんだなとか、一切ないんですよね、そのじゃあ当時。マジ何もない。何もないんですよ、はい。あずま星のスーパードライホールとかもなくて、そうですねスーパードライホールって我々が特金色の雲ですよ。特徴的な思わず言ってしまうあれですね。オブジェクトもはい。あれなかったでしたっけ？全部なくて、だからそういうのをもうあ、今ないか。全部消すっていうあれ俺小学校ぐらいの時に見たような気がしたけど、よくよく考えると俺の小学校って80年代後ろ後期だからな。そうか。そうなんですよ。それよりも80年代後期、それよりも前はなかったのか。そう、あの時はアサヒビールの工場があって、今本社ビルもなくて工場だけだったんで、もうすごい平坦とした空が広く見える感じの。中学だから忘れちゃったけど、お墓参り行く時に高速道路乗ってて、はいはい高速道路であれが突然出てくるんですよ。金色のあれが。それでまあキッズやなんだろうと思いますよね。安本さんのキッズの時はもう当然のようにあるような UNK と車の中で連呼していた記憶があれもなかったんですね。あれもないから全部消さなきゃいけない。あんなんで書きたくてしょうがないですよね。もう特徴的な建物を全部消すっていう。なるほどなるほど。ああでもそういう時代か。全然ちょっと自分の中ではもっと前にあったようなイメージでもなかった時代なんですね。逆にそれが今当時こんなだったんだって、こんな寂しかったんだっていうのでちょっと印象的になったところもあるのかな。決してよかったのかな。で墨田区の皆さんに遊んでもらったらもっと汚せと。今はとても綺麗な街がとても綺麗な、いいお街。さあそして小林さんは石山さんとかね、皆さんが集めてきてくれた昭和の情報が、一応キャラクターではなくて風景ですけども、こうみんながこうだったらしい、こういう感じだったよって持ってこられたものからなんか湧き上がったりものとかってあったりするんですか？そうですね、やっぱりどういう実際僕もこのゲームの現場がどこになるのかっていうのは石山さんの頭の中にあったので、撮ってこられた写真とかからこういう場所が舞台になるんだっていう情報ですとか、あと郷土資料館の当時の写真とかからは、やっぱり当時の空気感というか、それこそ本当に背が高い建物があんまりなかったりとか、工場が多くて煙が出ていたりみたいなとこから、キャラクターたちがこういう環境で生きてたんだなっていうそのイメージを膨らますっていう意味ではすごくいい資料だなと思って。その風景にキャラたちが立つわけですもんね。そうですね、そういう意味でいい馴染み方をしなければいけないとかもあると思いますし、ちゃんと取材が役に立ってる。役に立ってる。パノラマ写真が役に立ってるということですね。じゃあちょっと次のテーマいきましょう。6つ目のテーマ、テキストで紡がれる群像劇ということで、今作は複数の主人公の視点で物語を進めることになっていますと。で石山さんと小林さんはスクールガールストライカーズスクストでもねタッグを組んでいらっしゃいましたが、本作のシナリオ制作においてスクストの時と異なる部分また同じ部分はあるのかと。異なる部分は山ほどあるとは思うんですがスクストがいわゆる美少女ゲームだったんで、今回ミステリーで全然違うものっていう風に受け取られた方もいると思うんですけど、僕作っている本人としては実はそんなに差はなくて、スクストも実はお話はミステリーベースのあっち SF ミステリーで、こっちが怪奇ミステリー電気ミステリーみたいな感じでやってることは個人的にはそんなに変えてるつもりもなく、表現としても実は向こうでもキャラクターを使った表現とかすごいいっぱいやってたんで、むしろスクストの延長線上流れの上にパラノマサイトあるなと。やっぱ両方遊んでる人はやっぱキャラクターの掛け合いとか見てても同じ味がするみたいに言ってたので、節みたいな感じがあるんですね。やっぱりそこはマインドは同じなんだなというふうには思ってます。でいろんなところに視点が変わっていく群像劇ということですけど、じゃあそこももともとスクストでもいろんなキャラクターがいるから、そんなになんですかね、やり方が変わったとかいうところはないということですね。そうですね。大勢の人の視点を切り替えながら進めるお話っていうのは昔にもやってたりしていたので、そこ自体は別に今回が初挑戦というわけではなかったですね。今回ので大変だった部分とか今までと方法が違う部分であったりしたんですか？それでいうと今回の特徴としては群像でありながら各主人公に相方がいる状態の、勝手に群像バディって呼んでるんですけどっていうのはちょっと特徴になったのかなと思ってて、そうなったのも今回パノラマの視点を生かそうと思うと、パノラマの方をやろうとすると
一人称視点になるんで、自分のプレイヤーが動かすキャラクターの姿が画面に映らなくなっちゃうんで、そうか今誰が操作してるのか分かりにくいとか絵的に寂しいっていうのがあったんで、じゃあそれぞれの主人公に一緒に行動するパートナーを作ろうっていうことで2人ペアずつの群像劇っていう形になったんですけど、動くのが1人だけじゃなくて常に2人になる2人で一緒に行動するっていうと、やっぱ掛け合いでキャラクター性も見せられるし、説明する時もやっぱ掛け合いがあった方が分かりやすいんですよ、っていうのもあってこれはいいぞと思って採用しました。じゃあもういいことだらけだったんですね。まあ欠点といえばキャラクターが増えるという。なるほど。さあ小林さんの出番です。欠点としてそうですね。キャラクターが増えました。はい。まあそのキャラクターをそうですね。描くのは楽しいんですけども、やっぱりその数とその差分を含めると、それなりの量があったので、それなりの量ですね。それなりの量があったので、そこは確かにちょっと大変でしたね。はい。ただそのあらかじめ物量が多いだろうっていうのは想定してたので、そのいかにその早く見栄えがよく見える描き方っていうのをちょっと作業工程とか工夫して考えたりしてたので、そこはちょっとうまくいってやっててよかったかなって思ったところでは。小林さんの準備していたものがうまくはまったところもあったんですね。そうですね。はい。ただやっぱりその先ほども話ありましたけど、スケジュールとの兼ね合いでやっぱりそうですね、キュッてなってる部分もあったので、そこはちょっと葛藤があったりしたところですね。でもね、グラフィックもさること当然キャラクターっていうのがないとアドベンチャーゲームって物足りなくなるじゃないですか。でキャラクターっていうのもテキストでも当然構成されるから、やっぱ視覚的に入る絵もすごく重要で、そこら辺とかどうですか、来てくださったキャラを見た時に。いやー、もうそれが欲しくてコバゲンさんにお願いしたぐらいなんで、やっぱありがとうございます。キャラクターの会話劇が中心になって見せる感じになるので、やっぱアクションを見せられないお話になるのは間違いないなと。要は動きを表現しにくい媒体なんですよ、アドベンチャーゲームの立ち絵を使った表現、演出は。なのでもう基本的にキャラクター同士の会話で見せていくっていうところになると、やっぱキャラクターに力が、絵に力がすごい欲しいなっていうところで、もうそこの点もう小馬源さんにお願いしとけばそれは大丈夫だ。なるほど。これもう一さんもじゃあもうすごくそうですね。先輩方の前で言うのもあれですけども、なんかその小馬源さんのその表現力の豊かさっていうか、その絵の表現のとやっぱり石山さんの演出の部分っていうのが掛け合わさることですごくこう先ほども見たと思いますけども、さまざまな演出含めてなんかこうキャラクターが生きるというか、そこがすごくこの2人の掛け合わせですごくいいものが生まれたなという印象は、私的にはありましたね。いやもうこの2人の方にもバディ感があるみたいなこと、そうですね、確かに。じゃあそのバディについて質問がちょっとユーザーから来てるのでいきましょうかね。本日さん、ケージ組とプロタン&マダム組がとても好きです。特にエリオット・リヒターは、貸り主でもないのにキャラが立ちまくりで貸り主の堤さんと春江さんを圧倒するようなエネルギーにあふれていて見ていて面白かったです。彼らがいると場が明るくなりますねと気に入っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、ホラーっていうと暗くなりがちな感じで、行こうと思えばどこまでも行けますもんね。もう陰鬱な感じにしようと思えばどこまでもできるんですけれども、あえてちょっと軽妙な語り口にさせているところはあります。それが一人称でゴリゴリでモノローグだけじゃなくてやっぱ会話っていうのがあったからなんですかね。そうですね、明るくなりやすいですよね。そこがちょっととっつきやすさというか、ギャップも狙っているんですけれども、いろいろと楽しんでもらえるところになったのかな。なんかその怖さとのね、その楽しい部分のバランスが絶妙な感じで、ずっと怖いだけでもなくね、ちょうどいいバランス。いいバランスでしたね。いいバランス。それで僕はベースギャグですね、僕の作品は。でもそこの中でもちゃんと伝承というテーマがあるし、ホラーテイストも残すし、でもその中でやっぱギャグのエッセンスも大切になさったと。そうです。過去にドラクエチームにもいらっしゃったということですか。そのドラクエチームにいた時から学んだものとかなんか得たものとかあるんですか。そうですね、これテキストの書き方すごいこだわってる部分で、もうすごいマニアックな話になって、ちょっと大丈夫です。面白い話じゃないか知らないんですけども、テキストを書くとき、これスクストの頃からそうだったんですけれども、読ますテキストじゃなくて見て頭に入るテキストっていうのをすごい
心がけていて、まあ、画面にもあまり多く出さないとか、少しでも読みやすくするっていうところはとても気をつけてて、でそれは過去そのドラクエ10のチームにいた頃にそのシナリオチームから教わったテクニックでもあったり。視覚情報を過度にしねえってことなんですかね、やっぱ。というかあまりなんだろう、考えさせないというか、はい、パッと見るだけでも頭に入ってくるから読みやすい。なんか長い文章がダーってあるとちょっとうってなったりするんですけれども、まあ画面に出てくるのが2行ぐらいだとなんかパッと読み進められるなっていうのが確かにあって、でまあ昔からそういうふうに考えてはいたんですけども、まあ、ドラクエチームではもうそれが本当にメソッドとして伝承されていて、なるほど、だからドラクエは読みやすいんだなっていうふうには思ったりして、もうめちゃくちゃ影響を受けてます。なるほど。何にも意識してなかったですね。意識せずにそれを当たり前として、ドラクエ僕ずっと好きでやってますけど、やっぱりそういう意識があったんですね。多分読みやすいなってなんとなく思ってるとしたら、そういう工夫が裏にはあるっていう。全く知らずに当たり前のごとくずっと少年から大人までやってました。でもそうであってほしいというか。そうですよね。気づかれない方がその自然に見てるというかね。そういうアイデアもあったんですね。でもドラクエ10にいた頃にその当時ディレクターだった藤沢さんがおっしゃってたことなんですけども、もうドラクエの開発をした人は全部テキストの書き方がドラクエになるっていうぐらいやっぱ影響力が強いらしくて、僕もまんまと影響を受けまくって、それ以来テキストに当点を使わずにスペースを使うようになったんですよ。はあ、当点なかったか。そうスクストもパラノマサイトも当点使ってない。そうか、マルワールドも点がないのか。そうなんですよ。その代わりスペースを分節とか、要は点を入れるところよりも頻繁に入れられるんで、要はパッと目に入った時に分節が頭に入ってくるっていうのが、これドラクエそうじゃないですか。でもそうか、スペースを使って区切っていくっていうのでも全くその同じマインドでみんなが受けるぐらいやっぱり影響強いっていう話で、もうそりゃそうだろうっていう、もう自分もずっとそのスタイルで。なるほど、面白いお話を伺いました。じゃあちょっとまたユーザーからの質問に行きましょう。ももさん、本作が個性的かつ多数の人物が同時に行動する群像劇形式となっていますが、あれほどの複雑なシナリオをどのように破綻なく成立させていったのでしょうか。具体的なシナリオ制作の流れについてお聞きしたいです。結構今日もお話ししてくださっておりますが、シナリオ制作についてはですね、これ過去に何本か作ってきてるんですけれども、最初に完璧なプロットを作って、もうスケジュール通りにきちんと進行して、締め切りに余裕を持って終わらせるっていうのを、毎回やろうとしてるんですけれども、一回もうまくいったことがなくてですね泥臭く這いずり回りながら、うまく帳尻合わねえな、ここどうしようかなとか、あれプロット見るとどうにかして話を聞き出すとだけ書いてあって、どうにかしてこれどうしろと思ったんだっていうのを各段階になって迷って、ここつながんねえなというのをもうずっとなんか、苦労して一人でうめきながらのたうち回って書いてますっていうでも次はもっとスマートに書ける次こそはもうきちんとスマートに書きたいなと思います。おいしゅうさんただただ待ってたと。いや、そうですね。なんか他にすることありますかこっちでやることありますかっていうのは伺い立てて、確かにそのやり取り何回か毎週やってたと思うんですよ、やり取り。僕はすいませんもうちょっと待ってくださいっていうのはただ最終的な締め切りは間に合う、ちゃんと間に合わせましたから。スケジュールは。で今回群像劇だから視点が結構あるわけじゃないですか、主人公一人ではないから、そこってのはやっぱキャラクターをもう一回掘り下げる作業っていうのがちょっと多いかもしれないから大変な側面かもしれないですけど、そのいろいろ視点があったからこそうまくいったところもあったりするんですか？どうですかね。視点の複数の視点はいやむしろない方が書きやすいやっぱ一本道である方がお客さん、読み手が受ける情報は必ず、ここを読むときは必ずここを読んでるはずっていうのがある方が当然進めやすいんですけど、今回シナリオチャプターごとに好きな順番で読めるようにしてるので、先にこっちの情報を見てる場合と見てない場合で
あえてだからそこで印象が変わるような同じ情報でも先に裏事情を知ってるかどうかで印象が変わるみたいなところはあえて入れてますけど。まあでもそれが最終的にはまあ一つのところにちゃんと集結するっていうのが、でもその作業でどうしようこいつどう持ってくみたいなので悩みもあったりするわけ悩みもあります。やべえ離れちゃったどうしようみたいなのもあったりするんですよね。あれこいつどうやってあっち向かわそうかなそういうところもありますけど、そういうのを気づかせないようにうまくまとめるってあるといいなっていうけど、まあ破綻なく成立させていたというふうにおっしゃってたので、まあ破綻なく成立間違いなく破綻はないです。よかったですじゃあですね、今シナリオの話を伺いましたが、次ちょっとキャラクターの話7つ目、個性的なキャラクターについてお話を伺いたいと思います。じゃあ、小林さん、性格や年齢ファッションなどもさまざま登場する今作でございますが、設定はこれもうこのキャラはこの設定だっていう設定ありきでイラストを描いていくものなんですかね。それとももっとふんわり言われて描いていくものなんですかこれは。いやもう今回はその設定最初に石山さんの方で用意していただいて、名前キャラクターの名前とか年齢とか名前が先決まってたんですね。そうですね、ただそうですね途中そのシナリオもキャラデザインもその同時並行的な感じで進めてた部分もあるので、全部がその完成したフィックスした情報ってわけではなく、そのリストの方もちょっと定期的に更新が最初はだから結構ざっくりした情報で年齢と性別とかでこういう役割ですとかそんなことがでそれでなんとなくキャラクターを書いてきて実はこうでしたが来たりするわけじゃないですか。大丈夫かこの絵とかそういうのもそこでやべやべって直したりする時もあったんですか。多少やっぱその情報に引っ張られてちょっとこう表情をつける時にそっちに引っ張られるとかいうことはありましたね。はい。急にこの子そうなのみたいな設定が来たりするわけですよね。ありました。思ってたよりもそうかみたいな感じとか、またその後でセリフがついてくるので、そこはまた印象も変わったりして、それはいい感じにすごく。そこはギャップを出すためにあえて見た目とは違う言動をさせてるっていうこともしてる。例えばなんかやっぱ元気でやんちゃな人ですっていうとやっぱ見た目も元気でやんちゃになりがちなんですけど、あえて見た目にはそこをあんま出して欲しくなかったりする場合もあったりするので、いろいろとやり取りをしてキャラクターができていく。なるほど。そうですね。じゃあそのキャラのお話案内にまずこちら、明らかに怪しいですね。これ苦労したな。そうなんですか。はい。なかなか苦労したんですか。やっぱパラノマサイトのその世界観を代表するというか、こいつがその表す顔みたいなもの。そうですね。でしたので、どういう、とにかくその石山さんの方からはまずその正体がわからないというか、その顔は隠してほしいであるとか、その時間を超越したような存在なので、とにかくそのミステリアスな感じっていうんですかねっていうところをすごく意識してデザインしましたね。何者か一切わからない存在でいなきゃいけなかったってことなんですね。そうですね。でその時代とかも、そういつの時代の人とかっていうのもわからないような服装とかもこれもういろんな要素入ってますもんね。そうなんです。その辺を考慮してそのデザインしていった結果、この帽子の下に沖縄の面をかぶりロングコートの下に着流しを着るっていうようなすごくこうねインパクトのある。そうね。でもこれは確かにパンチ力はありますね。このキエ君と陽子ちゃんは、このその世界の中で、この時代の一般的な、若者というかっていうキャラクターだったので、そのこれといってそのなんか個性があるってわけではないんですけども、ただその物語的にその最初に登場するその主人公とヒロイン的なキャラクターでもあるので、そこはとにかく顔を良くするというかイケメンとキャッチーな感じ、可愛い子にするっていうことで記憶に残るような。そしてリヒターさんとこれはもうどう見てもキャラ立ってますよね。そうですね。その私立探偵の海リヒターなんですけど、もともとその石山さんの方からもこのゲームの中で一番キャラクター性が強いキャラがいるとしたら多分彼がそうだよっていうことでお聞きしてたので、これ舞台は80年代なんですけど、そのちょっと変わり
変わり者、その変わり者っていうんですかね、まあ指しか出てねグローブつけてる段階でやばいですからねそうちょっとその、周りから浮いてるぐらいでもいいよってお話だったので、一人だけちょっと70年代テイストというかジュリーが好きだったんでしょうね。そうですね、はい、ほくろもありますしね。でそうですね、その指抜きグローブみたいなのをはめちょっとヒーローっぽい感じとかも出しつつ、そうですね、そういうちょっと変わってるけどかっこいいみたいなキャラクターを目指した感じですね。そして一方隣の表情がすごい個性的な表情に引っ張られちゃいますが、春江さん。はい、この春江さんは両家のマダムなんですけども、すごく過酷な環境にいてですね、ちょっと心が壊れかけてるみたいな人なので、そういう内面が表情で表現できたらなっていうことで、すごく一番表情に気をつけて描いたキャラクターですね。結果なんか不思議な色気もありますもんね。そうですね、その辺もそういう魅力が出るよう遅れ毛だったりそこら辺とかなんかグッとくる要素をいっぱい散りばめられてるわけですね。そうですね、ちょっと自分の好きな要素を詰め込みすぎたかもしれないです。とてもいいと思います。ありがとうございます。あんまゲームに出てこないですよね、こういうタイプのそうですね、女性って。そしてこれ刑事組ですね。はい、堤さんはもうこれも濃いですね。そうですね、堤さんも、とにかく自分の中ではそのかっこいいベテランデカっていう、その渋かっこいいみたいなところに全振りというか、そこを目指して顎ひげであったりとか、そのオールバックで、ちょっとメッシュっぽい感じで白髪があったりとか、そういうその、自分がかっこいいと思うおじさんの要素を詰め込んだっていう、感彫りのじですね。深さもいいですね。そうですね。であとそのサングラスとかはなんか当時の刑事ドラマ刑事でボスといえばサングラスでしょう。そういうオマージュ的な意味合いもあったりして、そういうデザインになってます。はい。そうか、してましたね、確かにね。そうなんですね。刑事ドラマいっぱいあったからな。この頃の刑事は大体爆発してましたもんね。そうガンガン銃撃ってましたし、街中で。そうなんですよ。でその隣のそのエリオくんなんですけど、彼はその若手のイケメンデカっていうところで、その爽やかな感じっていうのを一番出したいなと思って、清潔感のある髪型とか、表情も結構その屈託のない感じで意識してました。であとその堤警部とのその対比で、堤警部がそのスーツなので、じゃあエリオくんはシャツにしようかなって思ったんですけど、そのままだとちょっとその刑事感も弱かったっていうところもあって、その先ほどのそのドラマでもバンバン銃とか撃ってたので、じゃあもうガンホルダーとかダメなんですよ。むき出して銃持ってるのダメなんですよ。でもやっぱそういうイメージがね、そういうイメージがね、なんか一回ね、ちょっとむき出しでホルスターは街歩くのどうですかねっていうのはやり取りしました。ありました。あったんですけど、でもキャラ立てのためにはこのぐらいないと、ただの普通のスーツじゃさすがにねっていうところがあって、ゲームやってるとそんな気にならない。そうですね。大丈夫かな。はい。確かにね、ゲームですからね。でも逆にこの屈託のないキャラなのにホルスターついてるっていうアンバランスが俺はいいなと思って。ありがとうございます。結果的にね、素晴らしい感じになったかなと。そして女子高生組でございますが、はい、ここはもうまずみおちゃんがですね、まずみおちゃんなんですね。はい、まずみおちゃんはその石山さんの方から、この霊感少女はぽっちゃりさせてほしいっていう強い要望が強い。はい。キャラリストのそこだけすごい具体的に書いてある。みおちゃんはぽっちゃりですと。目もパッチリさせずにちょっと眠たいなんかぼやっとした感じでお願いします。すごく具体的に書かれて、他の子に比べて具体的だったんですね。はい。でそこはじゃあもうそうですね、ぽっちゃりっていうことで、結構だからみおちゃんが特徴的だったので、この2人は結構対比をはいそれをみおちゃんに対してスラッと背の高いやっこちゃんっていう、表情とかももともとそのキャラ設定の時点でチャキチャキの江戸っ子とちょっとその暗い感じの霊感少女っていう対比がしっかりしてたので、そこもビジュアルもじゃあもうそういう感じではっきり差を出してっていう感じのでデザインしてましたね。ちょっとユーザーからの質問もいきましょう。これ八代さんかな。堤さんの服装が黒系統でまとめられているのがかっこよくて好きです。ハレーの服装がくすみカラーなのもハレーらしいと思いました。キャラクターデザインにあたって色にこだわった部分はあったんでしょうか。そうですね、その今言われてた堤とかは、先ほど言ってたようにそのかっこいい、おじさんっていうのを目指してたので、
最初ちょっと色シャツとかもどうかなって思ったりはしてたんですけど、やっぱキャラクター的にそんなおしゃれでもないだろうってことで、ちょっと黒でビシッと無難な感じにまとめたっていう経緯が。困った時はみんな黒着たからなんとかなるっていうのは僕もそうなんですけど、困ったらみんな黒だけ着ときゃ何事ですけど、黒着ときゃなんとかなるっていうのは思ってますからね。はい。でそういう感じでそのキャラクターの内面とかも考慮しながら、それぞれのそのイメージカラーみたいなものを決めていったっていう感じですね。なるほど。はい。であとはそのホラーゲームっていうところもあったんで、その全体的に再度抑えめな落ち着いた色味を使って構成したりしてました。なるほど。それでもう一個メールいきますね。ナナムさんから、小林さんが書いた中で一番気に入っているキャラデザのキャラクターはどのキャラでしょうかと。小林さんお気に入りとか、この子しっくりきてるなみたいなのあるんですか？僕はやっぱマダム。あれですね。はい。もう一番そのやっぱり表情とかもすごくなんて言うんでしょうね、こだわって描きましたし。そうですね。またそのデザインは自分でこだわって描いたんですけど、その後その石山さんの方でセリフが入ってきた時にこういうキャラなんだってさらになんかその魅力が増したというか、はいっていうのも感じましたね。これ石山さんは小馬鹿さんとタッグ組みたいっておっしゃってもまたタッグ組むことができたんですけど、小馬鹿さんのキャラクターの魅力って石山さん的には何だと思いますか？いいんですか？長くなります。ここだけ急に早口になるような。オタクになっちゃう。大丈夫です。いやまずもう何より誰もが認めるうまさと速さがすごいもうバッチリ安定してるっていうところがいいんですけど、やっぱりおっさんキャラでもすごい色気と愛嬌があるなっていうのが特徴だと僕勝手に思ってて、今回プロジェクト始まった頃にじゃあどういうタッチでいきましょうかっていう相談をしてたんですけども、すごい器用な方なんでいろんなタッチの絵が描けるんですね。すごいリアル調のものからすごいデフォルメ調のものまで何でもいけるんで、今回どういう路線でいきますかっていう相談してた時に最初挙げてもらったのはもっとリアル路線で、もうなんか目もちっちゃくて影もきちんと描き込んであってみたいな感じだったんですけれども、僕はできればもっと小馬源さんらしさを出してほしいっていうことで、スクストほどデフォルメはしないけどなんかその間ぐらいの落ち着いた感じなんですけど、このぐらいがその一番そのキャラクターとしての僕説得力とか存在感が、人としての存在感がきちんとあるけど、キャラクターとしてのちゃんと愛嬌とかもあるしっていうすごいいいバランスのところに落ち着いたかなっていうのが今回のパラノマサイトでとてもいいと。ありがとうございます。大変ですよね。鎧があるわけでもねえし、特殊なものがあるわけではないですもんね。やっぱ昭和の一般人なんで、やっぱキャラクターデザインっていう目で見るとやっぱどうしても地味というか、くっきりと分かる特徴というか記号的なキャラクターデザインをしてないので、ちょっとこれちょっと開発中は一部の方からこれ大丈夫みたいな、もうちょっとなんかけれん味があるキャラクターの方がいいんじゃないのみたいなことを言われたりしたんですけれども、いや大丈夫と今回アートで関わってくださった方からもいやうまいから大丈夫でしょって言ってくれたんで、じゃあ画力で殴ってくれと、大丈夫、十分魅力はバッチリあるからこれでいきましょうっていうふうに押し通しました。なるほど。キャラクター、そしてね主人公と言っていいのかなっていうキャラがいるけど、結果的に一番見るのはバディなわけですね。そうですね。そのバディ側はやっぱこだわりっていうのは石山さんの他でももう強かったんですか？やっぱおっしゃる通りで、先ほどちょっと言った通り画面に映ってるのはそのバディの方で、具体的にそのリヒタとエリオとミオちゃん、この3人についてはちょっと強めのキャラクター付けを、さっきもちょっと話の中であったんですけどもあって、あえてちょっと分かりやすい記号的なものが入っているキャラクター付けになっていますが、それでも割と現実にいてもおかしくないレベルの、落ち着き感が、リヒタだけちょっと違うかもしれない。リヒタはちょっとギリなくはないかな。街の強めの変わり者です。強めの変わり者ちょっとこの3人については割とバックボーンも割ときちんとつけてキャラクターとして立たせられるようにはしてますし、実は各ルートにこの BGM もテーマ曲が
あるんですけれども、実はその主人公側じゃなくてこのバディのテーマ曲になってるんです。曲名を見ると分かると思うんですけれども、詳しいことはサントラが出てますので、そちらをぜひご確認いただけるとお買い求めぜひよろしくお願いします。さあパートナーについてこちらのお便りが来てます。9110さん、お気に入りのキャラクターは堤刑事とエリオ刑事のバディです。 BGM に往年の刑事ドラマ風味を残しつつコミカルなやり取りがいちいち面白かったです。ストーリーを読み進めるのが楽しみな2人でした。昭和の親父らしく堅物に見える堤刑事も実は天然っぽいところがあり、そこも良かったですと。これ狙い通りですね。いいですよね、あの2人本当書いてて楽しいもうずっとあの2人で一緒にいてほしい。そうですね、デザインをしてた時はもうなんか普通にこうストレートにかっこいい渋い親父みたいな、ハードボイルド。そうですね。でだいぶ印象がそのゲームの中では変わってて、やっぱその実際にキャラクターを見ながら僕当て書きでセリフをつけていくんですけれども、やっぱ普通じゃ面白くないな、どうやっていこうかなって思った時にやっぱエリオの方がちょっとはっちゃけていてもいいかな、割と真面目そうな青年だけどちょっとタガが外れてるような行動させて、厄介なのが本人はボケてる気がないんですよね。そうナチュラルな感じですね。で堤警部もただのいかついおっさんじゃなくてやっぱ愛嬌が欲しいなと思ったので、受け答え方にもちょっとどこか愛嬌があるというか、ちょっと軽口を叩くような関係みたいなところはあえてギャップで出していった。僕はすごい良かったなと思いました。はい。でもそこはバランスが面白くあるから2人組でこうシナリオが作れたってことですもんね。じゃあちょっともう一個ユーザーから質問いきましょう。シュンミンさん、立ち絵とカメラの使い方がめちゃくちゃうまいです。素材としてはこれまでのアドベンチャーゲームと同様に立ち絵と背景だけなのに全く別物とも思えるくらい立体的な表現でとても良かったです。思いついたきっかけやゲームに落とし込む時の苦労話などこのアイデアに関するお話を聞きたいです。結構マニアックなことを聞いて ありがとうございます。ここの良さに気づいてくれました。そこに気づいていただけてありがとうございます。やっぱ背景に立ち絵を出すだけじゃなくて、ちょっと奥行き感とか空間をちゃんと感じさせる立ち位置とか、前後関係があるカメラアングルみたいなところはやっぱりすごいこだわってて、思いついたきっかけといったか、昔も実はアドベンチャーゲーム作って似たようなことをやって、それの発展系なんですけれども、今回は表情をすごいパターン用意してもらったんですね。で目と目差分、口差分、腕差分っていうのをまず基本ポーズに用意してもらって、それの組み合わせでいろんな表情とか仕草をつけられるようにして、実はだから素材としてはそんなに数は多くないけど、その組み合わせで見せられるようになってるっていうのがあります。っていうのと、あと今回だから実は絵のパターンが少ないんですけど、表情に力があるので、顔のアップが多くなりますよっていうのは最初から決めてて、初めからもうその顔のアップに耐えられる解像度でキャラクターのリソースを作ってくださいっていうふうにはお願いしました。それは小馬源さんにじゃあもうアップ多いですよと。そうですね。でその分アップに耐えられる解像度でお願いしますって感じだったんですけど、やっぱ慣れるまでその全身同じ解像度で描くと結構これ足元こんなに映るのかなとか思いながら描きつつ、やっぱりその実装された内容を見ながらこう どの辺力入れてちょっとどの辺からはちょっと抜いていこうかみたいな感じもあったりしました。しかも差分もめっちゃあるわけですよね。俺めっちゃ手描くなと思いながら描いたりするわけですね。で最後結構そのパターンの交渉されてましたよね。このセットはちょっと別の方に移したいからこの作業はちょっとこっちのキャラクターの数を最初に決めてたんで、このキャラは何パターン、表情何パターンまでとか、出番が少ないキャラはちょっと少なめ、じゃあこれなしでいこうとか、出番が多いキャラはじゃあこれ何種類数多めにしようっていう枠の作業量と期間に合わせて枠決めてたんで、じゃあこいつのこのパターンなくていいからこっちに1個増やさせてくださいとか、なるほど、こいつなくすんでちょっとこの死亡パターン1個増やしてくださいとか、そういったことはいろいろ交渉で増やしていきました。終盤死体がどんどん増えていったんですよ。そうですね。もう一体死体増やしたい。したいっすかみたいなみたいなことをやったりはしてましたね。あと一般的な立ち絵だとどうしても表情とか、つか角度とかポーズとか
いろんなバリエーションでやっぱ並べた時に違いが出るように書いてもらうんですけど、今回はやっぱ立ち位置とか向きが割と決まっているので、そうか、バディとしているポジションのことまあこれ並べてみても分かる通り、みんな同じ角度の向きで書いてください。なかなかないですねこれ。そうでもそうしないとうまく向かい合わせられないっていうのがあったりするので、ここはあえてなんですね。あえてだから横向きとあと後ろ向き作ってくださいっていうのを組み合わせて絵を作っています。あと視線もそうですね、3パターンぐらい。そうですね。正面を見るのとカメラを見るのと奥を見るのっていうのの3つをまた組み合わせて、視線の演技も実は結構重要というか効果が大きいなっていうのはスクストの頃に分かってるので、視線のパターンはちょっと欲しいです。相手を見て言うのとちょっと目をそらして言うのではやっぱ意味合いが変わってくるっていうところも表現していたりする。面白いです。ここまでその角度を揃えるっていうのはなかなか他ではなかったので、こうやって並ぶとあーってなりますもんね。でもここも狙いだったっていうことなんですね。そうしないとうまくできないなと思ったので、同じとこに立ってる感じあまりばらつきを出させると同じ場所にいる感じにはしなくなっちゃうなっていうのが。なるほど、わかりました。ありがとうございます。はい、じゃあ次は8つ目ですね。もう8つ目、ゲームシステムについて。ようやく8つ目です。いや違う、9つもあるんです。すいません。まだあと結構話したね。ミステリーアドベンチャーならではの遊びとして各所に謎解き要素が散りばめられていますが、石山さんはどのような意識でこういった謎を用意していらっしゃいますかと。はい、謎解き、今回アドベンチャーゲームでもそんな謎ばっかり解くようなゲームではなく、お話を追っていって要所要所でちょっと特別な操作が必要になったり、特別な判断が必要になったりとかするっていうぐらいのバランスにまとめようかなっていうのは最初に決めて、でそこでどういう謎をやるかっていうのはもう話し合いながら、驚きをここでなんかどういう仕掛けを入れたら驚くかなっていうのは割と最初の方に考えて入れていた感じですね。アドベンチャーゲームって基本的には選択肢を選んでいくのが多くて、このゲームもそうだと思うんですけど、そこでゲームってもちろんその謎を解いてて謎にたどり着いた時になるほどって気づきという面白さもあるけど、爽快感とかもあった方が良かったりもするじゃないですか。結構それってアドベンチャーゲームで出すのって大変だったりすると思うんですけど、何か仕掛け的なものも入れてあったりとかするんですか？仕掛け的なものというか、もうそこは確かにもう情報の出し方がミステリーの肝だと思っていて、どの段階でどこまで分かるかとか分からせるかというか、気づかせてよいかみたいなところがあって、逆に人って自分で気づいたことって信じやすいんですよ。そうに違いないみたいな風にちょっと思いやすくなるっていうところをあえてミスリードに使ったりとか、あえて怪しい餌をちらつかせて、こいつなんじゃねえのみたいな風になんか自分で気づくともうそう信じちゃって、後で違うのか騙されたみたいになりやすいとか、そういうところは意識してその時読んでる人がどういう気持ちで、ここが気になるからじゃあここの情報を出す、あるいはここが気になるならあえてそこをちょっと隠してミスリードするみたいな。ユーザーならどうするはやっぱ考えながら、もうこの時点でどう思ってるだろうなっていうところは常にじゃあ一回騙すみたいなそこはもう狙いでして、狙いをつけて、もうそこは仕掛け、もうシステムというよりは単純にもうさじ加減ですね、完全に。シナリオは決まってるわけですもんね。どこでその一番の大きなトリックじゃないけどそれを見せるかっていうののタイミングといいますか、そういうのが、でもそれがになれば一応いいわけですもんね。そうになってほしい割とそっちかーとか。それがね、でもアドベンチャーゲームそれマジ気持ちいいんですよね。さっきあれそういう意味だったのかって、あれ伏線だったのかよ、おかしいと思ったんだよって言わせたい。なるほどこれはいいですね。群像劇ならではの、それぞれのキャラクターのそのテーマっていうのがあって、それがもうその序章が終わった時に出るんですよ。それがこのバラバラのものがどうやって全部が結びつくのっていうのが最初の段階で出せてたのがすごく、群像劇ならではのその伏線を全部回収していくのが、石山さんならではの作品の作り方かなとは。一番気持ちがいい。海の苦しみもあったと思いますがうまくいったと。そしてもう一個ゲームのシステムですね。フィールドをぐるっと見渡せる点球システム。これは
これはそう小林さん、これも小林さん、はい、アイディアでしたね。そうですね。たまたまというか自分はGoogle のストリートビューとか見るのが好きでいろんなとこ見てたんですけども、今回ホラーアドベンチャーっていう話を聞いて、普通にじゃあ見渡す感じとか相性がいいんじゃないかなっていうので提案をしたっていうところなんですけど、もう一つ思ってたのは2D の背景をポチポチクリックするタイプのゲームが、今の時代だとやっぱりちょっとどうしても古い印象もあったりするので、ちょうど見渡すっていう要素が、その点においても、ちょうどいい感じなのかなっていうところで、提案をしたという感じです。今実際ストリートビューとかそれで自分でカチカチ進んでいくことも、そういうことでアドベンチャーゲームみたいに進んでいけるじゃないですか、で見渡せるし、それをゲームに落とし込んでみる。なるほど。ただそうなんですよ。結局僕も思いついたと思って提案したんですけど、よくよく考えてみれば、先ほど恩師さんも名前言ってられた夕闇通り探検、あれ僕もプレイしてたんですね、プレイステーションで。で結局あれの記憶が出てたのかなって思いました。意図はしてなかったんですけど、おそらくそういうことなんでしょうね。結構企画会議の段階でそのタイトルは何回も出ましたね。ちょい出ました。いやだってあれは金字塔ですからね。そうですね。素晴らしい影響を受けるって言い方もちょっと変な感じなんですけど、やっちゃってますもんね。そうですね。しかも1編や2編じゃないですよね。あれ俺もめっちゃやりましたから、いまだに遊べますから。なんか全機種取ってありますからね。素晴らしい。そのアイディア聞いて、それなら 2D でもその空間を作ることができるっていうこともあるし、システム的にもそんな難しいことはしてないので、実装もそれならすぐできそうだなっていうことと、あとホラーの演出として振り向かせる、後ろ見たくないのに見なきゃいけないみたいな、そういう時演出にも使えるかなと思って、それええやんみたいな。石山さんがサンプル作るのめっちゃ早くなかったですか？なんかもうこんなのになりますよみたいなのをすぐに。だから3D のパノラマ背景の上に 2D のキャラクターを出してカメラつけるとこんな感じですよっていうのはもうすぐ試してやってみて、いけるいけるって。面白そうだなっていう。なるほど。でも好きなものが詰まってるみたいなところもそうそう。でもね、それはわかる。でもホラーとしてはやっぱなんでしょうね、方法ってやっぱ限られてるところもあるから、その中でいろいろ工夫していくっていうのはとても大切だと思うんでね、そこも楽しんでいただければと思いますが、次これも僕はいやこれはもうジャッジ無事いところだと思うんですけどプレイヤーがメタ的にゲームの世界に介入するアイデア。ネタバレですね。ネタバレです。今回、いわゆるメタフィクションのネタが入ってるんですけれども、もうそれはさっきも言った海外で売っていくにあたって、じゃあ海外でどういうアドベンチャーゲームが受けてるのかなっていうのをいろいろリサーチしたんですよ。そういった中でこういったメタフィクションネタって割と話題になりやすいよね、みんな好きだよね、俺も好きで、スクールガールストライカーズでも実はやってたんですけど、そういうプレイヤーをゲームの中に引きずり込むネタみたいなこと。で今回はじゃあもう初めからそれをぶちかまそうということで、もう企画提案書にもそういったネタは入っていて、だからもう大体のやつはその結末とかラストになってきて、実はこうでした、プレイヤーこうでしたみたいな風な見せ方をするんじゃなくて、今回もド頭からいきなりあなたはゲームの外の世界から来たんですよって案内人にもそのメタを感じさせるようにしておきながら、最後ちょっとひとひねりするっていうのが今回のネタなんですけれども、でもそこは割と今回の超常現象ありありの世界観とこういうメタフィクションっていうのは相性が良かったんじゃないかな。なるほど。ちょっとユーザーからの質問もいきましょう。風雅マイトさん、木川亮介シリーズから入ったものなのでやはり気になるのは、今回はコンシューマーを含めた最新ハードでの開発ということで、やりたかったがやれなかったことが実現できたみたいな変化はありますでしょうか。逆にハードが変わろうと本質は同じという感覚でしょうかと。まさかここで木深亮介の名前を聞くことになるとは思わなかったんですけど、ありがとうございます。昔から遊んでくれて、昔作ったアドベンチャーゲームなんですけど、実はその DS で1本出してもう20年近く前に、今回のプロジェクトが始まった時にその DS 版を持ってきて、今回作るのはもうこれの完全正当進化版だっていうふうにはもう入り口もそこだったんですね。共有して、とにかくどういうものを作るかっていうのを説明しなきゃいけない時にはこれだ、これを今作り直したらっていうのをやるぞっていうふうには言ってたので、そういう意味では、今だからできたことというか、
本質は同じというか、もうその延長線上みたいな。最新ハードといえば最新ハードだけども、いろんな各地で各プラットフォームで出すってことを考えると、どこのハードに合わすかっていうのも難しくなってくるけど、スマホってのがあるとしたらもうそこで作るわけじゃないですか。そうですね、軸がもうスマホに合わせて作るしかないので、だから決して最新ハードだってわけではない感じですよね。そんなに、今から開発するってなったからってじゃあ最新の機能ゴリゴリ使ってまずエンジンを作ろうとかそういうのじゃないですもんね。みたいな風にはならず、そこは最初に言った取捨選択というか、これはやるこれはやらないの中でここまではやろう。だから先ほど言ったちょっと画面のエフェクトというかちょっとノイズがかかってたり、古い映像っぽいフィルターをかけてるんですけど、そういうところではちょっとポストエフェクトとか最新の技術とか使ってるんですけれども、根本的にはそんなにシステムではかつてとそんなにやり方自体は変わってる変わわけでもなく、ってそこでは冒険してない、なぜならそんな時間はないからっていうそうですね。またいつかね時間がふんだんにある作品もね作そる機こで試行会があったら錯誤してる余裕はないぞなかったと。ですね。急にめっちゃキャラ動くなってなるかもしれないですね。最初はいろいろねライブ 2D とかもちょっそうですねと検討したりしたんですけどあも、そうまあやめようと、やめましょう。潔くいこうと。潔くいこう、やってたら終わんない。だから皆さんの手元にあるんですよ。ありがたい話でございます。さあそしてラストもう9つ目でございます。今後の展望、こちらについて伺っていきたいと思いますが、まずはちょっとユーザーからの質問でございます。清川さんかな。質問の前にこれちょっとこういうメールめっちゃ来てたそうです。なんと感想とかゲームの感想みたいなメールがいっぱい来たんですけど、どれも熱烈だったそうです。ありがとうございます。その中でちょっと代表して1通読まさせていただきます。質問の前に本ゲームへの感想をお伝えさせてください。ある世界をテレビを通して見るというプレイヤーに自然と受動的な姿勢を取らせてきたなと思いきや、どんどん自身とゲーム世界の境が曖昧になっていくゲームシステムは非常に面白く、謎解きも快感でした。ストーリー展開も凄惨なものや物悲しいバッドエンドがあるからこそ、新エンドの尊さや輝きに感動する素晴らしいものでした。ありがとうございます。私というプレイヤーがゲームキャラの人生に介入し、時にねじ曲げるのには気が引けましたが、最終的にはゲームキャラ自身が選択し生きていく姿が見れたのでとても嬉しかったです。そう思えたのはキャラクターたちが本当に実在しているかのように思える資料や設定に深みがあるからこそなのかなと思いました。ここから質問です。ありがとうございます。今のはまさに感動したよとそういう風に感じていただいて本当にありがとうございます。でここから質問です。ディレクターの石山さんが今後シリーズ展開したいとお話しされていましたが、シリーズ化した際は本作のキャラクターの出演や地続きの世界を舞台にする可能性はありますか。また本作のキャラクターの過去の話はゲーム化する可能性はありますか。パラノマサイトに出会えて本当に良かったです。これからも応援していますと。さあということでございますが、今後の展望です。可能性はあります。まだ決まってないからっていうことが可能性ですもんね。可能性だけだったらあります。先ほどタイトルの時にも言った通り、今回もう初めからシリーズ化を目論んで企画を立てていて、ここのファイルファイル23ってついてますけども、一応イメージとしてはゲームやってなきゃ分かんないんですけど、その心霊対策室っていう部署が出てきて、そこに保存されている事件ファイルみたいなイメージでつけているものなので、今後もそういう中越し案件シリーズとして続けていくのをイメージしています。今のところ。そうですね。はい。続きますよね。続きます。そうですね。可能性は本当にいろいろ今。なので今回出てた人たちがまた出てくるかもしれないし、全く違う場所、違うところでの違う人たちの事件も出てくる可能性もあるし、違うところとかいっぱいあったのがまだ1個になるかもしれないですね。なんとそんな展開が大変ですよ。また大変ですよ。それいいな。いやでもね、もうぶち上げてしまいますと、今日ねまだプレイしてないけど、今日これ聞いて興味持ったって方はぜひ買っていただければ。そうですね。いろいろ言っちゃいましたけど、ぜひやってください。全てはそこからですと。皆様の応援もねよろしくお願いします。さあというわけでございまして、じゃあ最後の質問ね、これは皆様にお伺いしていきたいなと思います。コンパクトなゲーム作りに感じる可能性、キュッとしたってお話をね最初にしましたけれども、だからこそちゃんと発売することができたってこともあると思うので、コンパクトなゲーム作りに感じる可能性についてお一人ずつメッセージをお伺いしていきたいなと思います。じゃあまず大城さんから。はい、そうですね。そのハイエンドなゲーム
真逆って言い方も変ですけども、やっぱコンパクトならではでアドベンチャーゲームならではの良さっていうのを、本当に凝縮させたゲーム作りっていうのが今回できたのかなと。でやっぱり価格についてもやっぱチャレンジしてた部分もあって、これが世に出した時にどういう反響になるのかというところは我々の中でもすごく可能性もあった中で、やはりいろんな方から反響やコメントですとかいただいて本当にありがたいなと思っております。なんでこういった作品が今後続々と可能性という意味では一つなんでしょうね、一個成功例みたいな形を出せたのかなとは個人的には思ってます。はい、なので、本当にゲーム業界以外の各方面の方からもですね、いろんな感想をいただいておりまして、本当にいい作品が、そういう意味ではできたのかなというふうに思っております。はい、ぜひね皆さんも遊んでいただきたいなと思います。遊んでください。じゃあ小林さんにもお伺いしたいと思います。はい、やっぱりそのコンパクトだからこそ冒険できる部分もあると思うので、やっぱりそうですね、そういう面白さを追求した尖ったプロジェクトがたくさんできて、そういう中から新しい IP が育っていくっていうような環境ができたら嬉しいなと思いました。若い人たちもそういうチャレンジの場にもなると思うので、そうですね、そういう環境ができていけばいいなっていうふうに感じました。そうですよね、ある意味チャレンジができるっていうのはありますもんね。判断っていうのでもちろんスピードとかすごい難しいところもあると思うけど、こういうことが回数重ねていけばみんなそのやり方がみんな分かってくるわけですもんね。一個とても素敵な形ができたんじゃないかなと僕も今お話聞いて思いました。さあ最後石山さんにもお伺いしたいと思います。はい、スクエニ合併20周年という話があったんですけれども、たまにこういった一風変わったタイトルが出てくるっていうのも合併したからこその、特徴なんじゃないかなっていうふうに。人もいますしね、いろんな人もね。たくさんの人がいますから。でやっぱたくさんプロジェクト動いてて、もうピックプロジェクトもあればシリーズもの展開していく人たちも D と F がいますからね。いるし、こういった新しいものを作っていくっていうプロジェクトもあるし、もう数百人かけて内製でトリプル A タイトルを作ることもできるし、外部のクリエイターを掛け合わせて新しいものを生み出す、ニーアとかレトロチカとかまさにそうですけどっていうプロジェクトもあれば、今回みたいにもう内部のクリエイターでコンパクトな尖ったものを作っていくっていうことが全部できる会社ってやっぱスクエア・エニックスの強みじゃないかなっていうのは僕はすごく感じていて、時々こういうコンパクトなものが出せるような環境になってくると、もうスクエア・エニックスってすごい個性的で優秀なクリエイターがたくさんいるので、いっぱいこんな風に展開していけると選択肢が増えて、お客さんも作り手も楽しい未来が待っているのではないかな、世界中の人々の幸福に貢献できるのではないかなと思うわけです。なるほど。はい。素敵なお話をね今日たくさん聞かせていただきましたけれども、そうですね、なんかコンパクトってなんか今難しいじゃないですか。だって世の中的にもだってプレイステーションとかそのスチームとかってもうとんでもねえスペックになって、数が出てますもんね。しかもパソコンとかのもうスペックがむちゃくちゃじゃないですか。でそのスペック生かしきるゲームを作ろうとするのも大いに分かるけれども、もうサクッと遊べるっていう言い方でいいのかどうか分からないけど、みんなが手に取りやすい場所にあるゲームってもう絶対必要だと思う。そうです。そういう意味ではこういうプロジェクトがいっぱい増えるといいなと今日お話を聞いて思いましたので、はい、これからもねよろしくお願いいたします。はい、ぜひ。そして皆さんからの本当熱いメールがいっぱいあってきた。ありがとうございます。ありがとうございます。なかなか紹介できなかったものもございますが、本当たくさんのメール改めてありがとうございました。ありがとうございます。さあというわけで本日は以上でございます。お三方本当にありがとうございました。ありがとうございました。とても楽しい時間でした。はい。